国立小坂から漫画と映画を比べてみた。ということで今回取り上げるのは国立小坂からです。宮崎吾朗監督の映画国立小坂からは企画・脚本は父親の宮崎駿さんが担当しましたが、実は原作となった漫画があります。なので今回は映画国立小坂からとその原作となった漫画を比べてみたいと思います。漫画国立小坂からは1980年に雑誌仲良しで連載が始まった作品で、連載回数は全8回、コミックは現在は全1巻として発売されています。で、国立小坂からという作品に出会ったのが映画が先という方は、この漫画の絵を見てまず驚くと思います。映画とは全く違う絵のタッチで仲良しに連載されていたというだけあって、やはり絵のタッチは少女漫画らしいものですし、また現代とは少し違う1980年頃の作風になっていると思います。で、この漫画がジブリ作品として映画になるわけですが、この作品を映画にしようと最初に考えたのは宮崎駿監督でした。少女漫画と宮崎駿監督の関係は耳をすませばともつながっていて、宮崎駿監督たち家族やその仲間が毎年夏に行っていた山小屋があって、そこに宮崎さんの姪御さんは雑誌リボンや仲良しを持参していました。それをたまたま宮崎駿監督が読み、耳をすませばやこの国立小坂からは映画化されることになります。ちなみに後に監督を務める宮崎吾朗さんも中学生の時にその山小屋で国立小坂からを読んでいたそうです。で、その後耳をすませばは映画化されましたが、国立小坂からの映画化については宮崎駿監督がこの作品で描こうとしていることが当時の時代に合わないということで映画化は断念されました。そんな映画国立小坂からの企画が今ならいけるということで2010年に再び動き始め、宮崎駿さんが制作脚本監督を息子の宮崎吾朗さんが務め、2011年に公開されました。で、映画化するにあたって脚本を務めた宮崎駿さんは原作の漫画からの大きな変更をいくつか行っています。その一つが時代設定で、原作漫画は特に時代は明記されてなく、漫画が連載されていた1980年が舞台だと思われるんですが、それを映画では東京オリンピックが開催される1年前の1963年に変えました。また物語の地域は漫画では特に限定されてませんでしたが、映画では横浜に設定し、東京オリンピックを前に変わりゆく街並みを見せています。で、この時代を1963年に設定したことには大きな意味があって、どんどんおかしな方向に向かっていく世の中に対してこの国がおかしくなり始めたきっかけは高度経済成長とオリンピックが関係しているのではないかと宮崎駿さんは考え、物語の時代をそこに設定すればこの映画を作る意味があるということで時代を1963年に変えています。舞台となった1960年代は日本がどんどん豊かになっていき、誰もが前を向いていた時代です。訪れる未来は明るいとみんなが信じていましたが、その後やってきたのはみんなが豊かにはなりましたが、物や情報があふれ、どんどん新しいものが生まれては消えていく時代で、時代のスピードに取り残され疲れを感じる人がたくさんいる社会でもありました。そんな時代に対する危機感が劇中の風間俊の言葉で表現されていて、文化部の部室が集まるカルチェラタンの取り壊しをめぐっての討論会で、新しいものばかりに飛びついて歴史を顧みない君たちに未来などあるかと叫ぶ彼のセリフには、この作品を映画化した宮崎駿さんの思いが込められているように感じましたし、2011年の作品ですが10年以上過ぎた現代にも通じる言葉になっていたと思います。で、今言ったカルチェラタンの取り壊しをめぐっての学園紛争が劇中のメインとなる出来事の一つですが、この紛争は原作漫画にも一応出てきてはいますが、そのきっかけは賭け麻雀で借金をしてしまった男子生徒がその返済のために紛争をけしかけるという映画とは全く違う内容で、映画は起こる出来事や設定は漫画と同じでしたが、劇中で描かれる物語自体は全く違うものになっていました。全体的に漫画の方が軽いタッチで描かれていて、学園紛争のきっかけが賭け麻雀というのもそうですし、その紛争自体が一過性のもので、映画で描かれているような生徒の熱い思いはなく、
また漫画全体を通して小さなギャグがいくつも散りばめられていて、映画化するにあたって宮崎駿さんは漫画の中にあったそういう軽い空気感をバッサリと削除していました。さらに細かいところで言えば、映画の主人公の名前は松崎海でしたが、漫画では小松崎海と名字も変わっていましたし、国立荘に下宿している北斗さんは漫画では海が憧れる男性でしたが、映画では女性になっていました。これは男性ばかりのカルチェラタンと女性ばかりの国立荘を明確に区別するためだったそうです。また映画に登場する徳丸理事長というのは映画オリジナルのキャラクターで、モデルとなったのは鈴木プロデューサーがジブリの前に勤めていた徳間書店の創業者であり、またジブリの初代社長でもある徳間康義さんで、宮崎監督をはじめとするジブリのスタッフにとっては徳間さんは恩人でもあって、その感謝の気持ちが徳丸理事長を通して描かれていました。なので映画国立小坂からは時代、舞台、物語の内容、そして登場人物の設定も原作の漫画からは大きく変わっているので、漫画と映画は全く別の作品と言えると思います。で、国立小坂からの映画の監督は先ほど言ったように宮崎吾朗さんで、彼は1967年生まれで、作品の舞台である1963年のことは全く知らないので、映画の中でその時代の雰囲気を描くことにとても苦労したそうです。そんな監督を助けたのが鈴木プロデューサーで、鈴木さんは当時の様子を知るために、また当時の青春の描き方を知ってもらうために日活の青春映画を監督に見せていて、鈴木さんが渡した作品は1962年の上を向いて歩こう、1963年のいつでも夢を、若い東京の屋根の下、1964年の美しい10代などだったそうです。これらの作品を見た宮崎吾朗監督はその内容にかなり驚いたそうですが、当時の日活青春映画はまず歌が大ヒットし、それを元にして映画が作られ、最後はその歌をみんなで大合唱するというのが一つのパターンでした。なのでその雰囲気が国立小坂からの中でも生かされ、みんなで合唱するシーンが何度か出てきていて、これも原作の漫画にはない映画オリジナルの描写の一つになっていました。ということで今回は国立小坂からの漫画と映画を比べてみました。この2つの作品はタイトルとプロットだけが同じで、その中身は全く違う物語です。特に映画はその時代設定を決めたことで一つの大きなテーマが出来上がっていましたし、またジブリ作品らしい強くてたくましい女性主人公の物語になっていました。きっと映画版しか知らないという方もいるんじゃないかなと思いますので、ぜひ原作となった漫画を読んで、国立小坂からという漫画がジブリ作品としてどのように変化したのかを確かめてみるのも面白いと思います。ということで今回は国立小坂からについてのお話でした。